先ほど岸田総理をトップとする令和6年能登半島地震復旧復興支援本部が開催をされ、私からは4点報告を申し上げました。まず第1点、水道については全国の水道技術者の派遣による人的支援、それから補助率のかさ上げの前倒し適用などの財政支援を行ってきたところでございまして、3月15日時点で3月県内において約9割が断水解消をしたところでございます。3月末までにおおむね断水の解消をする見込みです。次に、この医療機関、高齢者施設の復旧については、能登北部公立4病院について、8歳以降、DMAT などの医療チームの派遣や、看護師や応援派遣などにより、必要な機能を維持してまいりました。現在、外来機能やインフラもおおむね回復をしています。能登北部医師会の診療所についても29カ所中25カ所が診療を再開するなど、機能回復してきているところでございます。復旧に向けて、被災自治体と連携しつつ、各病院の復旧計画の策定支援など、継続してまいります。それから高齢者施設につきましては、8歳以降、避難生活の長期化などを踏まえ、DMAT などが中心となり、被災地の高齢者施設から被災地域外の医療機関や高齢者施設、1.5 次避難所に要介護高齢者等を移送するとともに、関係団体等と連携をし、被災地の高齢者施設等に応援職員を派遣をし、被災高齢者の暮らしの支援をしてまいりました。水道の復旧等に伴い、被災地の高齢者施設におきましても、順次サービスの再開、受け入れの拡大などが進んでおりまして、3月22日現在、105施設中77施設が稼働しているところであります。引き続き事業所や復旧職員の確保を含めたサービス提供機能の回復に向けて、被災自治体と連携しつつ、必要な支援を実施してまいります。また、保健医療福祉の取り組みにつきましては、被災者の命と健康を守るための関係者が連携して、避難所や在宅避難者等を巡回をし、支援が必要な方の把握を行い、適切に支援をつなげる取り組みを展開してまいります。そして、保健医療についてでありますけれども、発災直後において DMAT 等の医療支援チームによる避難所や自宅避難所も含めた健康管理を支援するとともに、D ヒートによる被災保健所等の指揮調整機能の支援、それから応援保健師等による避難所などの健康管理を実施してまいりました。自治体において自律的な保健活動が可能となるよう支援を行っております。福祉については、避難所に DMAT、DWAT などの福祉支援チームを投入し、福祉施設や相談等を実施してまいりました。現在はケアマネ等の福祉専門職が被災地を巡回し、支援を実施しているところでございます。最後に、被災地における建設作業員の宿泊対策については、人材確保等支援助成金の見直しを行いまして、3月1日に省令を交付・施行し、国土交通省とも連携をしながら、関係団体等を通じて周知に取り組んでおります。厚生労働省としては引き続き被災地の復旧・復興支援に取り組んでまいります。